皆さんこんにちは。今回はゲームジャムなど短期間少人数で作るゲームにフォーカスを当てた動画をお届けします。まずは私がグローバルゲームジャム2025の会場で作ったゲームの PV をご覧になってください。グローバルゲームジャムはその場に集まった方々が即席でチームを組み48時間でテーマに沿ったゲームを作るという世界的なイベントです。私は今回協賛企業としてサポートのために会場にいたので参加者というわけではないのですが、サポートしている以外の時間を使って単独でゲームを制作しました。これからその過程と工夫などについてお話ししていきます。まず1日目の18時頃テーマが発表されます。今回のテーマはバブルですね。これをどうゲームに落とし込むかが最初のポイントです。私が参加した東京工科大学会場ではあらかじめチームが割り振られているので参加者の皆さんはチームで議論をするのですが、私は単独なのでまず一人で企画を考えてみます。泡は割れたり膨らんだりするのが特徴ですよね。また浮力があるので水の中でできた泡は浮かんでいきます。何かを包み込んだり洗ったりするというイメージもありますね。浮いたり割れるという現実の現象をそのままゲームに使うという手もありますし、メタファーとして泡を使うというものも考えられますね。とりあえず考えついたのは以下のようなものです。感情の泡を吹きつけてネガティブな感情の泡を消していく。浮かんでくる泡を使ったリズムゲーム。汚染された海を泡できれいにしていくゲーム。まず感情の泡というアイデアですが、メタファーというのは説明するためのコストがかかるんですよね。現実の感情というのは泡で表現されているわけではありません。また感情の相関というのはイメージとしてはなんとなくわかるかもしれないですが、実際の物理現象では存在しないので、わかりやすいルールをしっかり考えて伝わるようにする必要があります。泡を使ったリズムゲームは演出や操作感覚などで面白くできそうと思ったのですが、私はリズムゲームを作ったことがないのと、グラフィックですね、綺麗な泡とかですね、演出を作る自信があんまりないのでやめておきます。泡で何かを包み込むというのはなかなか魅力的です。現実世界では泡で何かを包み込んで移動させたりということはないわけですけれども、イメージとしても伝わりやすいですよね。この路線で行こうと考えました。海と泡、汚染というテーマでしばらく考えてみたんですが、汚染っていうだけだとあまり具体的ではないんですよね。もうちょっと物理的な現象として考えてみます。例えば投棄物が海に沈んでいくみたいなものですね。もしくは投棄物が海に浮かんでいるでもいいです。それを片付けていくゲームというのはあり得ます。泡が浮かんでいくということを特徴の一つとして考えると、横から見て下から上に向かって泡が浮かんでいく、上から投棄物が降ってくる、沈んでくるというのを想像すると割と画面が構成しやすいです。こうなると 2D ゲームにするというのが良さそうですね。では具体的にどういうゲームにするかというところですけれども、泡を発射して投棄物を例えば包み込んで浮かせていくみたいなゲームを考えたときに、プレイヤーから泡を発射するとプレイヤーは泡によって守られてしまうので、プレイヤー自体がダメージを受けるゲームというのは難易度が低いように思います。他に守るものを作るというのが良さそうです。プレイヤーキャラクターが何かを守って左右に動きながら泡を発射して投棄物を浮かせたりですね、弾いたりするというものが想像できます。こうなると守られるものイコール動けないものですよね。例えば拠点、何かの拠点を守る、もしくは倒れている人を守るとか、そういうことが考えられると。海洋汚染がテーマだったら、例えば泡を吐く生物が自分の巣を守るみたいなものは考えられます。ゲームとして想像しやすいですね。ただですね、こういうテーマになるとグラフィックを作らなければなりません。でも私はあんまりグラフィック作るの得意じゃないんですよね。
今まではほとんどのゲームを丸とか四角とかキューブとかスフィアとかプリミティブなグラフィックだけで作ってきています。なので、できるだけ生き物は避けたいと。もう一つが、現実に泡を吐く生き物ってなかなかいないので、こういう生き物がいますよということを説明するコストがかかってしまいます。なので、なるべくソリッドなものがいいと。機械、四角とか丸とかで構成できるものの方がグラフィック的には作りやすいです。例えば、海底基地を守るゲーム。主人公のキャラクターは潜水艦で基地を守りますみたいなものが考えられますね。守ってどうするかなんですね。守りきったというのはどういう状態か考えるときに、じゃあ上から物が降ってくるんだったら、物が降ってこなくなれば守りきったと言えるんですけれども、そもそもなんで降ってきたのか、なんで降るのが止まったのかということを説明するとちょっとめんどくさい。で、そこで守りきったら脱出するというシチュエーションを考えます。脱出できるとなると動くものですよね。つまり今は動けないけれども守りきったら脱出できる。これはですね、潜水艇です。で、潜水艇がなぜ動けないか。壊れているからですよね。で、壊れている潜水艇を、その乗組員が守りますと。で、守っている間に上から修理するための物資も降ってくる。なので、投下物、廃棄物は弾いて、で、落ちてくる支援物資などは取得していくと。そういう風なデザインにすればいいわけですね。そして潜水艦が修理されると、主人公はそれに乗って脱出すると。これで設定がスッキリします。で、ゲームとしては、最初は乗組員は小さな泡しか発射できません。ただ落下物も小さいですと。で、降ってくる数も少ない。ゲームが進むと、だんだん落下物が増えていく。種類も増えていって、一度に出る数も増えていく。ただ、修理物資を受け取るたびに泡も大きくなっていくと。そういう風にすると、ゲームがだんだんですね、派手になっていって、最後、ギリギリ耐えられるぐらいの状態になるという風にしていくと、ちょうどいい一つのサイクルになるわけです。この時、ひたすら泡を連射するだけで切り抜けられると、作業になってしまいますよね。もう一つ考えなければならない要素として、酸素の消費という概念を取り入れます。海底にいる潜水夫にとっては、酸素って重要ですよね。その酸素を使って潜水艇を守っているので、酸素がゼロになるとゲームオーバーということになります。で、大きな泡を作ると有利だけど、無駄に大きな泡を作るとたくさん酸素を消費してしまうので、ゲームオーバーが近づいてくると。こうなると、なるべく小さな泡で、あとなるべく少ない泡で落下物から潜水艇を守っていくというジレンマが生まれる。そこがゲームの面白さになるわけです。泡と落下物の挙動はリジットボディ 2D を使って表現します。泡は重力をマイナスにすれば上に向かって進んでいくと。で、落下物は普通に重力を設定するんですけれども、海中なので低重力に設定すればゆっくり落ちてきてだんだん速度が上がってくるとなります。ここで加速があるというのがポイントで、落下物は下に行くほど速い、泡は上に行くほど速いという状態になる。早く泡を打って上で当てた方が有利なわけです。ただ、早く当てるということは早く発射しなければならない。落下物は上から来るので、見て正確に当てようと思うと狙う時間が必要。なので、じっくり狙っていると落下物はだんだん落下してくるけれども、早く打ちすぎるとうまく当たらないかもしれない。ここにもジレンマがあるわけです。特にこの場合、物理現象を取り入れてますので、ただ当てるだけじゃなくて、例えば小さな泡で重い落下物の端を狙って画面の端の方に寄せていくみたいなことができると効率的なプレイができるわけですね。このあたりはテクニックになります。あとゲームの展開として落下物の中に時々救援物資が混じるみたいにしていけばいいわけですね。で、救援物資、どういう時に落ちてくるかなんですけれども、ゲームってやっぱりボス戦とかが盛り上がるわけじゃないですか。一定数落下物を処理すると、派手な重い落下物が出てくると。それを押しのけて消すと、救援物資が届いてパワーアップしたり、潜水艦が修理されたりする。で、それを何回か繰り返すことによって、最終的に脱出につながると。こういうことでまとまりますね。5分ぐらいのプレイで脱出できると、ゲームジャムのゲームとしてはいいんじゃないかとなるわけです。ゲームのアイデアは完成しました。私が短時間で一人でゲームを作るときのポイントは、説明しやすいテーマを設定すると。説明のためには文章や画面が必要だったりする。もしくはドキュメントを読んでもらったりする必要があるわけですけども、これをなるべくゼロに近づける。パッと見て何をすればいいか分かるようなものにします。実装するメカニクスは増えるとですね、組み合わせによって作るのが難しくなるし、デバッグも大変になるので、できるだけシンプルなメカニクスにします。この場合はもうリジットボディ 2D を使った物理のゲームで、泡を作って発射するだけで、敵と言えるものは上から落ちてくるものだけにします。で、あと、Unity の機能をなるべく使ってスクリプトを減らすわけですね。この場合はもうリジットボディ 2D のおかげで複雑な
現象を再現することができると。あとはゲームの落下物が落ちてくるロジックとかをちゃんと作っていけばいいわけです。で、あとやはり何か新しいことをするというのは重要ですね。ここは私は今までグラフィックを全然作ってこなかったので、ドット絵作るというところを新しい目標として設定しました。というわけで、完成したゲームが冒頭でお見せしたものですね。グローバルゲームジャムに限らず、ゲームジャムはいろいろありますので、皆さんもいろんなところでゲームを作ってみてほしいなと思います。今回は Unity でどんな風にこれを作っているかっていう話には触れませんでしたが、そちらは別な動画でお届けします。そちらにもご期待ください。Unity Japan ではユーザーの皆さんに役立つ動画をいろいろと投稿しています。ぜひチャンネル登録をお願いします。それではまた。